そば置くザルなんですけど、こうやって毎日ね手入れしとかんと。えねでこれもう表面をさーっと閉じ込めてるだけなので、もうほんまに生です中は。でこれで
絶対アクがあるんで一回洗わなあかん。一回っていうか何回もやけど、こうやってアクが絶対出るんで。うちはね、2年ものの粉砕を使ってるんですよ。粉砕の方が出汁が出やすいんですよ。削りはどうしてもね、まあ僕も最初削り使ってたんですけど、削りより絶対粉砕の方が味が出ます。こっち側盛り汁なんで、よいしょ。決められた分量で、決められた昆布の数で、決められたもうほんまに開始でやってるんで、ある程度もう分量はもう決まってますんで。これかけだしです。なんちゅうね、えぐみをある程度出さんと、そばってね巻きよるんですよ。サバとこのしいたけのえぐみを出しとかんと美味しないんですよ。これね、一回ね、
こっから打ち始めてだいたい9時半10時ぐらいまでかかります。そばの香りしてくるでしょね。はい、ふわっと。
うちはほんまに一から全部やから。醤油だけで12345種類使ってるんで、醤油だけで。だからうちは結構もうほんまに、多い方やと思います。そうね。とろってなってくるね。もうちょっともっととろってなってくる。今日は失敗した。押さえて。ちょっといいですか。よいしょ。どんどん煮詰めていくんですよ、もうちょっとだけ。よし。よし。よし。行こうか。
です。お願いします。4です。大盛りです。普通盛りですね。美味しかったです。天ぷらがね、揚げたて出してくれるから。そば美味しかった。変わりました。さっきの子見ました。これもたて。いただきます。
内行きます。はい。先生、どうぞお好きな席どうぞ。お願いします。何をお食事されたんですか、今日は。もうここ4回目。3回目か4回目やね。美味しいです。ちょっと遠いんで、焼酎取られて。お願いします。新そばです。ニシンそばお待たせいたしました。失礼します。ごゆっくりどうぞ。はい。エビとチーあげて。はい。お願いします。ホタテ1ずつ6番ですね。エビとホタテとこちらはい、お願いします。おつゆで色振りましたらなければおっしゃってください。ありがとうございます。
はい。しいたけなんか。これですが、ナスと舞茸のお客様。原木しいたけと万願寺になります。こちらで以上になります。失礼いたします。もう食べ時をね、きっと選んでお出ししてくださってると思うので、本当に美味しかったです。じゃあ行きます。今入れられたのって何なんですか？景色の備長剤になります。お水をやっぱきれいに浄化してくれます。
どうもありがとうございます。すみません、ありがとうございました。麺ははいどこかで、製麺されてるんですか？はい、製麺所さんにお願いしております。あもう何度も試行錯誤していただいたんですけど、太くてコシのある特徴的な麺を作ってほしいというので、おもりそうの麺作っていただきました。お酢入れたらね、アクが出るのがだいぶ収まって、お肉も柔らかくなってちょっと甘くなるんです。大体これぐらいで仕上がりです。もともとここの店舗はこの準飲食の店舗ではなかったんです。軽飲食の店舗でして、はい、だからなかなか油物とかっていうのはできなくて、はい、メニュー数を多くっていうのはなかなかできなく、その中でどうしたらできるかなっていうところでワンメニューでも勝負させてもらってるんですけど。そうなんです。そうなんです。他の店舗では他のメニューも出せるようにこの設備が整ってるんですけど、はい、それでワンメニューやったんですね。そうなんです。スープを最後そば湯で割ってもらって飲んでいただくんですけど、はい、生姜を入れて飲みやすくして体もポカポカになるように生姜入れさせてもらってます。これで冷たいお蕎麦を食べても最後ラーメン食べた時のように体はポカポカになるっていう。
らっしゃいませ、こんにちは。お好きなお席へどうぞ。冷やそば並になります。お願いします。はい、お部屋とご一緒ありがとうございます。少々お待ちください。初め辛みがあって美味しいなと思ってて、はい、その後卵を入れたらさらにまろやかになって、食べやすくなって、いやすごい美味しかった。最後まで美味しかったです。はい、はい、もう全部とお待ちのお客様通してください。こちらも肉増しとろろの夏契約書と確認して、この後ろ肉そばの大です。大、揚げナストッピング。あ、お味いかがでしたか？めちゃくちゃ美味しかった。まあでもラーメンよりなんかさっぱりしてるので、全然大でも全然ペロッといける感じで、ナスビは絶対、ナスビは絶対痛いです。あれは頼んだ方がいいですね。またお願いいたします。ありがとうございます。お幸せに。お幸せにっていうの、はい、何も思わなかったですか？最初いいなと思っていやナイスアイデアやなと思って私は抵抗ないです私自身の名前にこの幸せっていう漢字が入ってまして、僕自身もご飯食べてる時って嫌なことあったりとか
なんか悩み事あっても美味しいもの食べてる瞬間って一瞬は忘れてると思うんです。あ、美味しいなーって。だから僕とこのいっぱいがね、お昼にランチで仕事の中で来てくれる方とか、その他で観光で来てくれる方とかにとってなんかそういういっぱいになってくれたら自分は嬉しいなと思ってオープンからずっとそれを心がけてさせてもらってます。長靴がないですね。大丈夫です。お待たせしました。冷やそばの並です。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。どうもありがとうございました。お幸せに。このボールとかにそば粉200測るっていうこれ細麺と分けてるの。2上まで行ってますよね。そういうチャレンジでちょっと最近やってるんですけど、はい、まだいないんですよ。あ、チャレンジャーがまだいないんですよ。チャレンジャーはい、いないですね。はいよ。ご来店ありがとうございます。
つのせ冷やそば大盛りです。お待たせしました。はい、お待たせしました。普通のそばよりコシ結構あるんじゃないですかね。そうですね。普通のそばって感覚で食べるよりかはもう別物で食べてるって感じが。シンプルバージョン。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ご準備お願いします。蕎麦屋のカレーはうまいのは定説って僕はよく言ってるんですけど、うちのつゆを使ったカレーなので、またカレーはカレーで人気もあります。僕のですね。ご準備お願いします。いいですか。950円。はい、いらっしゃいませ。いただきました。もうよくもうそんなによく来られてたんですか。昔よく来てましたね。でやっぱりこうずっと来ていただいたりとかオープン当時支えていただいたお客様っていうのは自分の中でもやっぱりすごく残ってる部分がありましてずっと心に残ってるお客様の一人で今日は会えて嬉しいです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。トッピングご注文お使いになってお召し上がりください。同じでいいですよ。同じでいいですか。だから自分の控えとして残しただけなんです。
お店にハマる理由とかあるんですか？やっぱり味が面白いっていうのが一番大きいと思う。で結構こうジムの食べ方しても怒られへんから今日私誕生日なんですよ。あ、おめでとうございます。それもあって、はい、ラストにこっち来てるっていう。今日お誕生日。マジですか。本当です。そんなめでたい一色に選んでいただいて光栄でしかないです。本当にありがとうございます。いや、正直めちゃくちゃ嬉しいですよ、今気持ちは。はい。もう感動的ですもん、正直。やっててよかったなってやっぱ思う瞬間っていくつかありますけど、こういう一つ今日はそれはもう本当に思います。やっぱ初心忘れず頑張らなあかんなって余計なんか背筋が伸びました。本当にお気をつけてお金ください。本当にありがとうございました。お願いします。どうもありがとうございました。お幸せに。ごちそうさまでした。
ゼノビーはですね、もう完全オーダーメイドのそば粉を使っておりまして、当店でしか食べれない唯一無二のおそばをぜひご堪能していただきたいと思っております。4名そば揚げます。目です。お茶ついてくる。よし。失礼します。こちら生そばの、卵かけご飯のセットを2つです。卵かけご飯がですね、こちら右が醤油麹で左が生食用の昆布となっています。薬味がですね、左からわさび、生姜、ネギとなっています。結構なんか SNS でも宣伝されてるって聞いたの。どっちも別々にフォローしてました。あっちのカフェとこっち。すみません。こちら生そばのかやくご飯セットでございます。こちら薬味左からわさび、生姜、ネギとなっています。だしだけでお願いしていいですか。どこも
気軽によろしく。失礼いたします。お待ちのお客様。はい、失礼します。奥から失礼しますね。こちらおいつゆとなっております。お好みでおかけてお召し上がりください。すだちのご説明簡単にさせていただきます。すだちのお蕎麦の方はお出汁の方がすでにかかってるんですけれども、少し味の方が薄く感じましたら、こちら追い出しそれぞれ置いてますので、上の方からおかけになってください。すみません、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。取れる時そば久しぶりに取れた。薬味ってこっからわさび、生姜。これわさびなん？わさびだし。美味しそうなわさび。インスタグラムで奈良のお蕎麦ご飯屋さん探して見つけました。めっちゃ美味しい。すだち。美寿いい。美寿いいよ。美寿いい。醤油麹。やばい、めっちゃ美味しい。大人よ。大人の味。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ここを通る。こちらかやくご飯のセットでございます。こちらご説明させていただきます。薬味がですね、左からわさび、生姜、ネギとなっています。かやくご飯のセットですね、こちら大根の漬物を作らさせていただいてます。美味しいですよ。美味しいな。なんかこだわってるなーって感じが。かやくご飯もめっちゃ美味しい。かやくご飯もね。ネット TikTok で奈良そばみたいな、そば食べたいなーみたいな。で調べたらここ出てきて、なんかええ雰囲気やなーみたいな。できました。回したいと思います。回したけど、これらのできます。します。この製品の卵かけご飯のセットですね。中失礼いたします。すだちのおそばですね。ジュレだよ。ジュレ。本当だ。いただきます。あ、ふじゃない。やばい。すだちです。美味しい。美味しいです。美味しいです。
今日は愛知から来ました。インスタで見て来ました。ありがとうございます。インスタで流れてきてた。それ見られて。それを見て気にはなって、たまたまそば食べたいねっていう話で予約してきました。美味しいですね。美味しいです。足りないぐらい。大盛りしたらよかった。全員に言われる気がする。すいません、かまそうやなと思って。あれ1万4000円よかった。なあの人我慢できる。好きなことからここに通してます。そのニット工事をしたいのはなかなかできない。ブラックがメイン。インスタ結構出てきてたんで、犬も連れてこれるっていうので多分出てきたのかな。ワンちゃん飼われてらっしゃるんですか。じゃあ次回はもう。はい、そうですね。ドッグスペースとかってなんでやろうと思われてたんですか。僕自身も今ワンちゃんを飼ってるんですけれども、蕎麦屋さんで珍しいなと思って、いいスペースがあったので、やってみようってことで始めるきっかけになりました。席もちゃんといいと座らせます。白いお皿があるんですけれども、こちらの手前側が消防工事となっております。はい、なんちゃん。すみません。どうせ立てへんけどな。何あげたの？今あげへん。今人間が先食べたから。一応ね、人間の食べ物をここで食べさせてないので。でんぷんの感じするな。待て。よし。
おいしい。ワンちゃんのお団子はじゃがいもをペーストとしてまして、人参、ブロッコリーのパウダーをつけてお団子にしております。いたします。生そばの鴨せいろ卵かけですね。その時持ってるよ。20種類からお一人1種類を全部写真付きで出てくるので。わかりました。ありがとうございます。いや、すごく香ばしくて美味しいです。あ、決まってるんですか、それ。それはネギが美味しい。ネギが美味しいし、鴨もうん。柔らかくて美味しいです。ご自身のこうね味がうん。ついてちょうど鴨の香ばしい味がついて美味しいです。
当店の鴨せいろはですね、G20 サミットでも使用された河内鴨を使っておりまして、でそちらの河内鴨の方がですね、生食できるぐらい、鮮度がいいのと、あとはですね、上質な脂、噛めばすごくじゅわっとあふれ出すロース肉のうまみがあるので、ぜひちょっと鴨せいろの方でご堪能いただければなと思います。失礼します。こちら鴨せいろのかやくご飯セットになります。就労支援にも力を入れておられると聞いたんですけども、障害福祉サービスにも力を入れておりまして、でいろんな理由でやっぱ仕事ができないとか、就労が難しい方であったりとかを、一緒に我々と仕事できればいいなと思って、就労支援 A 型 B 型にも力を入れてるっていう形ですね。とても美味しい。
お願いします。いいよ。お願いします。いいよ。クリームチーズです。はい。あさりちゃんじゃ。サンマカマしらすあえとタレ焼きです。こちらよかったら天つゆで召し上がってください。どうぞ。明太で。5名様ですね。ちょっとお待ちください。あと天つゆ置いておきます。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あさりとあおさの酒蒸しです。あ、ちょっと気をつけてください。いいですか。すみません。はい。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。おいしそうでした。はい、カウンターどうぞ。アップとね、ちょこっと血液の高い。あさり鍋2丁、だし巻きユッケ、きゅうり鶏天、レンコンにアスパラにチーズサラダかき揚げです。もう出来上がってるんで、おそばこっちで茹でて持ってくるんで、そのままでおそばに入れて、そこにあっこいよ。お茶はウーロンサンマはおろし醤油で召し上がって。はい。
すいません、前から失礼します。エビキスレンコン3万明太子です。はい、どうぞ。はい、どうぞ。そんな子はなかった。いいよ。はい。4番さんでお願いします。いいよ。しいたけ鶏天そば入りです。はい、お待たせしました。座ってください。揚げ出し、ハムちゃん、ピザで、はい。前から失礼します。カレーのつけそばのおだしとおそばとご飯のお願いします。はい、どうぞ。いいよ。あや。天バラヒア、ネギなし、だし巻きスナックテラソーラス、きゅうり、明太天我慢2丁です。はいよ。はい、どうぞ。ジャンボしいたけとアスパラ天です。おそばの。お願いします。はい、失礼します。お待たせしました。秋鮭とほうれん草、きのこの揚げ出しです。ネギの香りも入って芸人さん、しめ雑炊一丁。はいよ。はい、どうぞ。1420円。
ちらかしていただきますね。はいよ。お願いします。はい。定一さんと定さん。はい。わさび抜いてます。美味しそう。あとです。だし巻き卵。だし巻き。これちょっとだし巻きだろうか。降ります。すだちしらすおろしです。すだち絞ってお野菜の追加で、はい、あさりと青さの酒蒸し、アスパラ。はい。はいよー。前から失礼します。青さそばです。辛い。話しますね。すみません、前から失礼します。あさりまみれになります。でね、こことこ持ってください。すみません、失礼しますね。すみません、ありがとうございます。お願いします。トイザラとかガリアですか。はい、お待たせしました。八三醤油です。ホタルイカの沖漬けとアサリのちゃんじゃとイカ明太子。お店よくいらっしゃるんですか。時々、はい、とても美味しい。子供たちも喜んで。美味しい？美味しいですか？何が美味しい？あ、ご飯な、天バラ丼が美味しい。はい、お待たせしました。卵黄のだし巻き卵。はい、駅前に行きますね。はい、ありがとう。すみません、ありがとうございます。めっちゃ綺麗。こちらは青さ醤油お好みで、お酒を一つで、ごめんなさい、ありがとうございます。カマンベールのやつです。はい、失礼します。
サンマ秋鮭、なった金時、舞茸です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。締めのおそば2にお願いいたします。おそばも茹でてあるので、ちょっとずつ入れてもらっていいですか。すいません。朝か蒸した揚げ出しです。生産が日替わり漬け単品とカマンとかき揚げです。はいよ。お席でお待ちください。で、3チェックです。はいよ。すいません、はい、お待たせしました。はい。ああ。了承は絶対。やってみる。これなんでしょうか。すいません、サインさん、お待たせしました。秋鮭とほうれん草のキムチ。7、8回ぐらいは。はい。でしたらそれが通うってことは何かこう好きなメニューがあったりするんですか？そうですね、天バラ丼好きやし、あと夜遅くまで空いてくれてるんで、それがありがたいですね。はい。神田山さん、ハイボールと黒ウーロンです。アサリまみれを2つ。はい、飲み物何かこの前ですけど。だけど。まあでもかぶって。はい、何名様ですか。2名さんです。朝食べです。はい、どうぞ。失礼します。
ネギトロ丼です。はい、すいません、どうぞ。あ、ごめんなさい。すいません。お疲れでした。失礼します。またお願いします。ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、どうぞ。お疲れ様ですか。お前カウンターでお願いします。お疲れ様です。はい、どうぞ。気をつけて。メニューになるので、マスダチおろし。月見そばで何年あ、月見そばな。はい、お待たせしました。しらす天ぷらです。めっちゃ美味しかったです。結構綺麗なこんな円形の形になったりしますね。こんな感じで磨かれるとまあ OK かな。
大席だけ大席だけのお金いるやろそんなことはないですよ。魅力のない塾が。はい。直接した。そんなした。8人ぐらいしかな。三べって書いますよ。三べ。三べ在来島根のですね。やっぱりね、引き立てって全然違うんですよ。鮮度の問題になるんですけど、原そばでうち引くんですよね。柄がついてる時ってまだ生きてると思っていただければ。それがやっぱ引かれたらやっぱりもうちょっと、そこからやっぱり鮮度がガタンと落ちてくるんで、使う分を前日晩から引くと、今日使い切りに近いぐらいの分量しか引かないんで。これで。タメさん、2キャベ。はい、ご挨拶お願いします。一応目安ね。
と書いてますね。こういうの。ちょっと心配で。ここで入れていきますね。しっかりさばいてあげればこれで OK ね。お願いします。お待たせしました。ありがとうございます。2代目さんがね、うちの店来てくれはったんですよ。また行きますって言ってたけど、なかなかね、子供の夏休みが終わったから、ちょうど時間が空いたんで。また入れますね。あ、いや、プロに食べてもらうのはちょっとスイーツは素人やから。卵使ってないんですね。なしです。はい。あれはあんなにね、味が出るのかな。あれはあ、僕です。ありがとう。完璧です、ありがとうございます。またいらっしゃいます。いや、こちらこそ。ごちそうさまでした。お疲れ様です。いただくいいですか？で、ちゃんとお出汁をちょっと合わせていくんですけど、もうお店によっていろいろね、割合ちゃいますよね。はい。つみれですね。これもちょっと入れていこうかな。あんまり火入れたくないんでね。これで一応お出汁完成ね。ちょっと半透明というか、少し火が入ってきた感じになってくるんです。若干透明になってきてるんです。結論言うたぜ。はい。はい、よびる。美味しいですか。美味しい。出汁がうまい。うん。な、やっぱ強いや。絶対。ああ、うまい。やっぱりおすすめはざるそばなんですか。だからそれそれ。
しいかけそばが月見そばになんねあ、月見そばな。甘で美味しいわ。たくさん食べられるんですか？好きやね。はい、すだちの天ぷら付き。あ、いいですか。お願いします。はい、かもしれない。すみません。よかったらね、こちら最初になってます。はい。天ぷらでよかったらこれ大円をお使いください。フィッシュありますよ。横のそば打ちをちょっと体験させてもらったんですよ。一回食べたいなって今来たっていう感じですね。そうなんですね。そば打ちの体験はどうでしたか？楽しかったな。子供持ってない一緒に行って。めっちゃ美味しかったです。3400円。結構ごちそうしてくれるから嬉しいわ。はい。あ、これか。まだまだ元気や。なかなかやらんと。お姉さんの会話死んでもたから。まだ選ぶことあったから用意はなかったらねこれこんな。もう用事頑張って。そう。今日やるもん。まだあれお気をつけて。すだちそばと天ぷら添え。天ぷらはい。はい。おぎありがとうございます。お願いしましたどうも。おぎありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハンバーガーちゃんちょっと向いたけど。はい、皆様、はい、どうぞ。はい、どうぞ。あります。はい、お待たせしました。すだち天ぷら付き。
ですね。よいしょ。はい。1枚しかないわ。あ、いいよ。1枚こっちあるから。それ1枚ないよ。これ持ってきてないよ。で、そば湯。いいよ。ほい。じゃあどこを言うか。はい、いつもだからそば湯です。大丈夫。あ、大丈夫。あ、大丈夫です。はい、虫取り。これご飯と、はい、これ、はい、取り皿。はい、はい、これあげていきます。入る？お電話ありがとうございます。よろしくお願いします。1から3時まででおそばなくなりしないということになりますが。全然大丈夫ですよ。ありますよ。はい。はい、お待ちしております。無理してすぐご案内できますよ、3名様。どうぞ。お願いします。お願いしました。はい、お待ちどうさま。はい。かわいい。2.5 です。はい、2班です。はい、お待たせしました。はい、プリンの方貸してもらいましょう。はい、ありがとうございます。プリン。それいきます。美味しいな。食べたらもう眠くなってきちゃったね。なってる。あ、ななちゃん。ありがとう。よくできました。ご飯食べたらね。色がから見たら分かるんですけど、ちょっと色違う。ちょっと色違う。これがね、外1。1キロに対してそこに100入るんですよ。あとお湯入れてください。全部代わりに変更でおろし代わりのガラスにかかったから。俺もうからちょっとちょっと切るかも。あ、でもあの時よりは大丈夫。うん、まだすぐ近いかな。1.5、1です。おろし、通りです。はい、どうぞ通りです。はい。はい、お待ちどうさまです。天丼まだ。はい。ちょっとおすすめの裏メニューはね、でもねないんですけど、おすすめの1点です。じゃあサンドイッチ。あ、あげにと、はい。
日本料理だけやっぱりね、切り方で変えれるんでね。さっきしっかり水抜いたやつね、ちょっと時間経ってます。本来ここで酢飯に行ったりするんですけど、さっきのツマね。こんな感じに。プロになりたいっていう方も当然お見えで、もうここで練習した方でも5名お見せ出してます。そば打ちの体験がしたくてネットで調べてたらいい感じのところがここやった。陶芸とかガラス工房とか行くのが好きで、だからそば打ち体験もなんて言ったらいいの、したことないことをしたいとかそういうのが好きなので。すまん、一緒にね。どっちもこっちもこっちも。どっちもすごい。お好きな方で結構です。仕事に。仕事にごめんね。吉村と申します。お願いいたします。はい。2割と8割になってますので、よく聞く2、8そばの割合となっていると思ってください。指先立てていただいて、ぐるぐるぐるっとぐるりぐるりとどうぞ混ぜてください。わあ、気持ちいい。こんな感じになってます。すごい。こんな感じ？同じ感じ？ちょっと硬いんかな。お、ちょっと硬いかな。もしくはちょっとずるっと柔らかいかなとなる。危ないとそうじゃない。猫が好きじゃない。そんなに美味しいんだ。こんな感じにつる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 っとね、なりやすいでつるつるっと仕上がってまいります。これ私大変だ。横に転がしていっていただくと先端尖っていきません？ああ、確かに一応尖っている。ね、尖っていきましてですね、穴が塞がってまいります。こんな感じになってくるかな。すごい。綺麗な面積が。はい、おへそみたいになってきますので、こちら名前へそ出しと呼んでます。はい、まんまその通りでございましてバッチリです。美味しそう。そのまま食えそうでしょ。なかなかこのままじゃ食われへんねんけどな。ありがとうございます。僕もちょっとね、同じことするんですが、少し端っこ、先端ギリギリで止めてください。はい、こんな感じになりますが、まず一つお願いいたします。お手前から奥。一つ正しくがしたい作業でございますね。いいね、そう。すごい、そんな感じ。こうやってそう伸びてくると、で粉を振った上にですね、おそばを乗っけて切っていくと、一番下まで切れてそうですよね。はい、ドバッと打ってください。これね、どの道また最終的に回収いたしまして再利用も可能でございますので、はい、まずは見ててくださいね。こんな感じで切っていくんですけどね。切っていくんだけども、と仕上がってくるんだけども、やばすぎる。で切れたらね、パラパラパラとさばいてください。慣れてくると皆さんもやばいけど、危ないんで見てくださいねということなんですが、これね、見たところでなかなか揃わないんですよ。で、こんなもんかなって感覚で切っていただいた方が揃ってくるよということで、ストライできん。僕その前からサポートいたします。そのまっすぐな道具を歪まないようにサポートする板もまっすぐですんでね、合わせて切ってたら多分歪めへんはず。じゃあこれいきますね。はい。お見事、すごい。すごいな。楽しい。いや、こんだけできたら楽しいと思うわ。僕17年前こんな上手したからな。
はい、これ打たれたおそばでございます。めっちゃ美味しそう。すごく細く綺麗に仕上がってますね。めちゃめちゃうまそうに見えるぞ。不思議なぐらい。はいどうぞ食べてください。やった。はい、ちゃんと味はおそばの味がしますので、あ、っていうね、感じかもですよね。めっちゃ美味しく感じる。わかる。で、チェックアウトで食べるときには、もう美味しかった、楽しかったって、もうその一言で浮かばれます。はい。してくれ